おはようございます。おはようございます。もうすぐ場所がありますよね。大阪です。テレビ見て初めての人って結構決まり手の何がどうなのかって結構分かりにくいと思うんですよ。どこがどういう風だよっていうのを今日視聴者の方に伝えていけたらなと思うので、人間さん、分かりました。はい、ちなみに皆さんそれぞれ得意な決まり手は何ですか？得意な決まり手、寄り切り。寄り切り。なんですか、自分上手投げですかね。寄り切られです。寄り切られ。早速なんですけど、僕も相撲を見てどこがどうなんだろうと思うところがあるんですけど、まず上手投げとか小手投げとか言うじゃないですか。下手投げとか決まり手あります。はい。上手ってどこですか？上手ってどこ？上手ってどこ？カメラこっちに。サトロージさんが上手を取ってくる。これは今サトロージさんが上手を取ってます。で、上手ってどこというのは相手の手の上から回しを取ることを上手と言います。上手と書いて上手ですね。はい、上手と言います。で、下手というのは今度逆に鈴之藤さんが相手の腕の下から手を通して取っている状態を下手と言います。上にあるから上手、下にあるから下手です。相手の腕の下から通している手の方を、鈴之藤さんで言えば左ですよね。これは左四つと言います。これが逆にこう組み替わると、悟藤さんの右手が相手の下の方に来るんで、これが右四つと言います。だから指してる方の手がどっちにあるかっていうのを見てもらったら、右四つ左四つが分かると思います。上手投げと上手出し投げ。左四つで右上手で組んでください。はい、上手投げというのは文字通り投げるんですよ。こう腰を使いながら横に投げる、イメージ的に投げる形に入ってくる。これで横に投げて相手を巻くように倒れてた時はもうそのまま上手の投げになります。これが出しになると、今度は相手を下斜めに手で押し出すイメージなんですよね。ちょっと形でやってみてください。出して出すイメージになります。これ上手から出す、上手から投げる、この差でしょう。すくい投げは今度下手投げ、右四つ組んでください。右四つで右手の回しを取らずに離して下からすくい上げるようにして投げる。これがすくい投げです。手ですくう投げ。突きと押しの違いは何ですか？突きというのは相手を押しながらも手から離して突き離してついて離していくのをついて相手を押し出すのが押しで、離して押していくのが突き放し、そういう違いです。押し出し押し倒しで言えば、さっきの押す形になった時に相手をそのまま土俵の俵から出て押し出すことを押し出します。で、押し倒しになると相手がこのまま倒れてしまうことがあるんですね。そういう時は押し倒しという決まりで、突き出しというのはさっき言ったように突っ張ったまま相手を離して出す。突き落としというのは今度頭つけて押してたところをよく斜め下に落とす突き落としですね。これは突き落としという決まりで。ついて出すことを突き出しになります。ついて落とすことをこの流れで落とすと倒すで変わるんです。来たらパン、攻めても攻められてもついて倒すんです。で、突き倒しというのもあるんですけど、それはさっき押し出しと一緒で、ついたまま相手が倒れてしまったら突き倒しになる。落とすは下に落とす。上からこう叩き落とすのを叩き込みって言いますね。突き落としというと本当に相手をこう上から下という動きって突き落としはないんです。横にっていう動きが突き落としになります。叩き込みで上から下っていうのはほぼほぼ基本になります。寄り切りというのはさっきの四つという形で組んでもらって、これ今右四つですね。右四つでそのまま相手を俵の外に出せば寄り切りになります。これが相手が倒れたら寄り倒しになります。浴びせ倒しというのは相手の両下手を取るのをもろ差しというんですけども、こういう形で、土俵際まで鈴木が寄ります。でその時に、鈴木が回しから手が離れました。でもそのまま体重をかけて相手を倒して倒れたような
形になると体を浴びせて倒すで浴びせ倒しになります。勇み足というのは、今のまま、寄り切りの形になった時に相手が残っているのに、先に自分の足が勇んで出た時、相手を寄ろうとして先に出てしまった、これ決まり手的には勇み足となるんですけども、相手が残ってなかなか出れないもんですから、もうなんとか出たいっていう気持ちによくなった時に起こりやすい決まり手なのかなと思います。大阪手はやってごらん。クイズ。大阪手クイズ。さてどんな決まり手でしょう。ここは大阪だよ。大阪で大阪。そううまいこと言いますね。どうぞ。投げ技なのかな。長いな。じゃあ大阪でやってください。じゃあまず四つに組みます。鈴の富士が大きく右に体を開いて上手投げを狙ってください。逆だろそれ。させない。そんな。そう開きます。じゃあサポロージは残ります。でも土俵際が後ろにあるんですね。鈴の富士の左手。そのままサポロージの土俵の外に放り投げてください。これで出てるんですか。そうなんですか。首投げ腰投げ。首投げというのは、左四つに組みます。鈴木さん寄ります。で、悟郎司さんが相手の首に右腕を回してください。はい。これで投げる。このまま相手を投げ倒す。が首投げになります。押し投げが、これがちょっとややこしいんだけども、こう、じゃあ左突っ込んでください。で、悟郎司さん右枠取ってもらって、相手の自分の腰を相手のお腹に右腰をくっつけて、それで腰で持ち上げて投げるイメージ。デブかデブか相手を腰で持ち上げる。これも柔道の動きに近いよ。あまりこう決まり手としてはないと思います。相手の腰乗せて投げるようなイメージです。取ったり。例えば鈴の王子さんが右四つに組みに行きます。その時に、悟司さんは相手の鈴井さんの右腕を取ってそのまま下に投げ打つ。これが取ったりという決まり手になります。で今度逆取ったりって技もあって、悟司さんが今のように取ったりに行きましたところを止まって鈴之さんが逆に右手で悟司さんを下に巻き込むような形。これは逆取ったりって技になります。なかなか今の相撲じゃ見ないかもしれないですけど、小手投げはすくい投げの逆って簡単に言っちゃうとそうなんですけども、左を突っ込んでもらって、今度は悟司さんは右上手が取れてません。でも相手を投げるときに相手の腕をこれ固定を巻くって言うんですけど、相手の腕を抱えてそれからこのまま相手の腕を軸に投げること、これを小手投げになります。これが肘に移して下に落とそうとすると取ったりに変わるんですけど、ちょっとややこしいかもしれないですね。肩すかし、これはもう緑関の相撲をね一度見てもらえば右四つに組んでもらって、じゃあ、相手が鈴之さんが寄ってきて、悟さんがこう開いてもらう、開く、体を体を開くんですけど、その相手の腕を引っ掛けたまま下に落としていく。これが肩すかし。相手の腕をこう引っ掛けるんですよね。上手ひねりしたというので、今度じゃあ左四つに組んでください。悟さんの右手から向こうに投げるの上手投げになるんですけども、今度は
逆にこの腕を右の下に向かってひねる、こっちをひねるようにひねって、これで倒れた場合が上手ひねりになります。でこれが下手ひねりが今度は逆ですね。こっちだ。こっちからひねり倒す。それで鈴の字が倒れたら下手ひねりみたいな。どこを触ってはいけない。禁じ手、まず一番相撲を見てて多いのは、相手のちょんまげをつかむ、あるいは髪の毛をつかむ。例えば、お相撲さんとこう引っ張れるだけでももう違和感あって嫌なんですけど、攻めて、頭つけて攻めていって、相手をはたき込もうと上から押さえるんですけど、鈴の上が残りますよね。でそれでさらに落としてやろうとこう力んだ時に、わざとっていう人はなかなかいないんですけど、ちょんまげがこう入ってしまうんですよ。こう曲げがこう上に結い上げられてるんで、ここに入ってしまう形でそのまま落とした場合はちょんまげに引っかかるんで、これがもう反則、禁じ手になる確率は高いです。針金で、鈴の上さんみたいなこの体型だとよく決めるんですけども、ただ里部さんが頭を下げて相手を押していきます。で相手の頭が下がったときに、右手で、下げて、こういう相手の外側からガバッと掴んで、巻いて投げる。これが針間投げになる。もう本当になかなか、それを狙って決めるって言ったら珍しいんですけど、だからこういう背の高くて腕の長い人が結構はたきながら相手の残ったのをさらに追い打ちかけるのを決めるという決まり方が多いようになります。うっちゃりというのは、相手を寄ってってこう俵があるところだと足が引っかかって残りやすいんですよね。で、鈴の王子が例えば寄ろうとしてこう腕に力を入れたときに腰が上がる。でその時に後ろにどちらからでもいいんですけども、ひねり出す、そういう形で出ればうっちゃりという決まり手になります。打ち捨てるっていう、漢字で書けばそういった感じになるんですけども、投げを打つってことが相撲家であって、投げを打って捨てる、それがうっちゃりというような決まり手になるんです。送り引き落とし、例えばこう突き落としを、里堀さんが狙います。突き落とし、こっちから突き落とし。そしたら鈴宮さんが後ろを向いたところを後ろから取る。これが送る形なんですよ。相手をこのまま出せば送り出し。で、ここから投げてしまえば送り投げ。送り引き落としたらもう、鈴宮が例えばこのままだと出されるんで踏ん張るんですよね。踏ん張って後ろに体重かかったのを今度里の字の後ろに下に落とす。尻餅をつかせるようなイメージ。そうすると送り引き落としになります。カーブだけ。正解です。ケタゴリ、これは難しいぞ。ケタゴリとはどういう形でしょうか。形なんですか。形というか、どうやればいいですか。それはけ返し。すいません。気がして間違えました。ケタゴリをするにはまずどうする？土俵があるんで、ケタゴリするにはどうする？ケタゴリというのは特定の状況でしか起きません。ヒント。立ちです。お、さすが浜松市出身鈴のはい、仕切り線ありますね。ケタゴリやってみてください。残った。食わへんのかよ。むずいっすこれ。今、サトルージが、鈴の湯さんの足を蹴りに行って、その時鈴の湯さんがそのまま倒れてしまった時にケタゴリというふうに。これが土俵の上で相撲を取っている途中の相手の足を蹴って手をついてしまったらけ返しになる。待ったなしというのは、幕内の力士の方々で制限時間が4分、十両の力士の方々で3分。
マックスから2分という制限時間があります。で、その制限時間内であれば、待ったは、してもいいんですけども、制限時間いっぱいになると、これ以上待ったはしてはいけません。ですから、待ったなしですねと、領事さんが掛け声を取るんですね。で、それで立ち会うんですけども、その時に、八景酔いというのは、領事さんから聞いた話ですけども、八景というのは気持ちを出す。だから、頑張れというような気持ちを出して、元気よく、元気を出して元気よく相撲を取ります。で、相手技を掛け合うわけですから、残って頑張れというような掛け声になる。これ違ったらコメント欄でマニアの方が修正してくれたら、今日は三浦岳さんと悟富士さんと鈴の富士で、決まり手の説明をしました。大阪場所も頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってね。お願いします。